郭を描いてみましょうか。輪郭はこの目と同じ大きさを目の下に置いて、でここにラインを引きます。でその下にまた目と同じ大きさの丸をポンと置いて、でここが顎になるイメージですね。で描くとこんな感じ。目の若干横からこうスタートして、目尻の下あたりでカーブがくる感じですかね。鼻は目の下に置いたこの目の大きさと同じこのガイドをですね頼りにほうれい線描きます。ほうれい線を頼りに鼻がこれくらいの位置に来るかなとちょんと鼻を描きます。次に口を描きます。口は鼻と顎のちょうど真ん中あたりよりも若干上。次は耳を描きます。鼻の横と目の位置、そこにガイドを作ってあげて、これぐらいですね。ここに耳を収めるようにして描きます。次におでこの広さを決めます。おでこの広さはこう顎からきれいにこの卵型を描く感じですね。でその位置におでこのこの生え際の位置がきます。この時この卵型のだいたい真ん中あたりに目が来るといいですね。であとは後頭部。後頭部はこの顔の幅よりも少し広い幅の円を作ってあげて、それを鼻の位置まで上げます。ここ鼻の位置まで持ってきます。そうするとだいたい後頭部の位置が決まります。真ん中あたりにこの耳が来るイメージです。実践的な斜めを向いた顔を描いていきましょう。では同じように目から描いていきます。わかりやすく真正面から横にガイド線も描いておきましょう。そして目は平面に捉えていくと当たりを描きやすくなるので、このような板状のガイドを描いてください。このガイドなので正しくはこうです。縦幅は変わらずに奥に向けて徐々に横幅が狭くなっていくイメージです。これを目安に目の形を描いていきましょう。ここガイドを頼りに目の始まりと終わり、そしてカーブの頂点を正面側を見比べて描いて、このドームの立体に沿っていくイメージで目の形を描いていきます。目の形ができたので、これに合わせてまつげを描くとこうなります。まつげがこう立体的に前に生えてるぞっていうイメージで、瞳を手前と奥どっちにも配置します。配置できたらこの目からはみ出てる部分を削ってこちら向きの目ができます。横側を確認しながら正中線を描いていきます。この横顔のこのシルエットをですね参考にして、この眉間と鼻の根元と鼻先と顎の位置を横顔と見比べて描いていきます。正中線が描けたら次に眉毛を描いていきます。眉毛もこう横顔を見ていくと分かるように少し目より手前に位置していることが分かります。正中線を参考にこう眉間を意識して反対側の眉毛も描いていきます。右側の輪郭線から描いていきます。目1個分ぐらいのほっぺたがあると思って、で顎の位置がここ、ほっぺたがふっくらしてるイメージで描いて、
顎までつなげていく感じです。に広がるイメージで線を引いて、このおでこもですね。そして右側の輪郭ですが、こっちはちょっとややこしくなります。というのも、正面からは見えてなかったここの部分ですね。この部分のことを考慮して描いていかないといけないので、このままだとちょっとここがゴツッとして見えてしまうので、少しデフォルメして緩いカーブにしてしまいます。さらにこんな感じで線画を省略しちゃう場合もあります。さらに同じ丸を下に並べます。こちらの丸が肋骨の目安で、こちらの丸が腰の目安です。肋骨と骨盤を描きます。こんな感じでデフォルメした形を描いてください。骨盤はこんな感じのハートを円の下に合わせて描きます。上半身の比率が決まったので、足の長さを決めていきます。頭から股の位置までの長さの線を描きます。同じ長さを下に並べます。これでちょうど50、50ですね。かかとの位置を合わせます。この足の上に足首の目安、ここに股関節の目安と足首の関節をつなげたちょうど真ん中ぐらい、骨の一番外側から一番骨盤が張った腰骨のところ、ここをくびれを意識してつなげていきます。肩とくびれの横の位置に肘の関節を置きます。手首の関節を置きます。手の目安も書いておきましょう。最後に胸ですね。胸を書いては肩とくびれの真ん中くらいに線を引いていきます。これを底辺にして三角形を作っていくイメージですね。そうするとこんな形ができます。肩幅の2等分です。三角形の頂点の位置がちょうどバストトップの目安になります。ここを目安に丸みを意識して胸のアンダーラインを引いていきます。体に沿って描くとこんな感じになります。胸のアンダーラインを描いていきます。ここからいろんなサイズの胸を描いていきましょう。小さめはこれくらい。もう少し大きくしてこのくらい。もっと大きくしてこれぐらい。さらに大きくするとこんな感じ。もうちょっと大きいの、もっと大きいの、さらに大きいのですね。バストトップとこのアンダーラインですね。アンダーバストは同じ位置なことに気をつけましょう。どれだけ小さくてもここのアンダーラインの位置は変わらないと思ってください。すごい小さい胸を描きたいときは高さを削ってあげます。基本は胸はこの範囲よりは狭くならないと思っていいです。これですね。これもほぼ写真をトレースしたんですけど、どうしてもキャラクターイラストの絵柄とは合わないんですね、バランスが。そして写真の方が絶対に正しいはずなんですが、イラストとしては少し不自然な物足りなさが感じる部分も出てきたりします。二次元のキャラクターイラストとしては、もう少し腰に角度ですね。S 字ポーズのコントラポストのことだったり、内向きと外向きを意識する。これらの基本を押さえてから自撮りを活用することをお勧めします。まず、手の重要性を語らないといけません。手は男女ともに好きなパーツ上位に入ると思います。手だけで感情を表せられるほど重要なパーツです。なので、
手がしっかり描かれていると、それだけで人を引きつけることができるんです。さて、手の重要さが分かったところで、魅力的な仕草について考えていきましょう。まず、手っ取り早く多くの人を引きつけたいなら、顔の距離が近い仕草を描くといいです。顔以外ですと、フェチポイント、好きなパーツの近くに手を持っていくのもとても魅力的な仕草になります。マグカップを持ってみたり、あとマニキュアですね。これはマニキュア塗ってみたり、スマホを操作してたり。こういったものを扱っている手というのは、とても表情が豊かになるので、怒った表情でも、こうして頬を赤くするだけで印象がガラリと変わってしまいます。恐怖、悲しみ、嫌悪、怒り、驚き、幸福。この6種類が基本のようです。この6種類の表情に強弱をつけてみます。こっちが弱めの表情。こちらが強めの表情。どうでしょうか？これだけあればかなりカバーできる気がしますね。瞳の大きさも少し小さくすると、より目を見開いている感じが出て、感情を大きく表すことができます。大きな毛束を描いていきます。これぐらい大きな毛束を描いていきますね。まずは大きな塊で、どのような流れを作るかはっきりしておくと描き進めやすいです。この大きな毛束をもとにランダム感を意識して描き進めていきます。髪の毛が重なっている部分は一気に手をつけてしまうと複雑になってしまうので、まずは手前に見えている前髪と横髪から手をつけていきましょう。こことかですね。カールヘアのリボン形状の時のようなねじれとか回り込みを意識して描いてますし、この辺流れに逆らった毛先をちょこっと足すと、より動きを演出することができます。では後ろ髪も描いていきますね。動きのある髪の毛は毛束同士が重なってて分かりにくいので、こんな感じで別々に描いてあげると、ここに細い毛束も追加して、でさらにこれを線画にしていくとこうなります。一気に動きが出ましたね。一発でラフを描こうと思わずに、大きな毛束から徐々に完成へ近づけていくとやりやすいと思います。瞳の下の方を明るくします。次は影色なので、これを瞳の半分ぐらい塗ります。瞳の端っこも少し塗って、瞳孔を一回り大きく塗ります。前の影の境目を塗るように、瞳の上半分をさささっと斜線を入れる感じで塗ります。瞳がキラッとした印象が出ます。あとは明るい色を入れます。結構ベースの色と反対の色を選ぶことが多いですね。大きなハイライトとは反対の位置にちょんと入れましょう。正面からの光でも少し右寄りの光だったらこんな感じ。ハイライトだけ少し変えています。上からの光ですね。右横からの光。こちらは左横からの光。このようにハイライトと髪の地の色の差が分かりにくいとき、広めのハイライトのようにここだけ髪の地の色を残します。でそれ以外は影色で塗ってしまう。こうするとツヤツヤな印象にはなるのですが、影色が多くなった分白色の髪という印象はちょっと薄くなってしまいます。こういう平面な面の影ですかね。
この部分はこう影の境を少し濃くするような感じで線を引いていきます。この辺りが一番ハイライトが太くなるように描いていきます。山のカーブに沿うように丸くハイライトを入れていきます。この紙もハイライト入れてきますね。ここで1回曲がって、ここでも1回曲がってますよね。こういうとこにハイライトを入れていきます。入れて透明感を出していきます。全体的な調整でよく使う表現を今回てんこ盛りで使ってみましたが、もちろん全部やらない時もあります。仕上げの調整って少しのことでガラリと全体の印象が変わってとても楽しいので、いろいろ試してみてくださいね。それでは第19講義目背景とエフェクトの処理を終わります。